はい、こんにちは、梅野です。本日は田んぼで夏なので、この稲を取っていきたいと思います。はい、ではまず全体の写真を撮っていこうと思います。刈り取る前なので全面に稲が生えてまして、で向こうの方には、あんまり建物ない状態で、今日は雲が出て、いい感じの青空も出てますので、シンプルに2分割構図で撮っていきたいと思います。で、建物とかは、遠いのであんまり映らないんですけど、それでもできるだけ隠したいので、こうなんていうかな、突っ立ってる状態じゃなくて、ちょっとこうしゃがむことで、この稲を使って建物を隠すことができます。で隠しつつ、下が田んぼ、上が青空という2分割で撮っていきます。で、まずはこの稲をメインに撮るんじゃなくて、こう稲の葉っぱ、結構ね、こうなんていうか、こう尖ってる葉っぱなんですけど、昨日天気が悪かったので、風の影響でみんな同じ方向に若干倒れてるので、これがね、ラインが揃って綺麗だなと思ったので、葉っぱのこの斜めにこうピュッピュッってなってるのを出しつつ2分割構図で撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。写真全体にピントを合わせたいので F 値は14に設定しました。で焦点距離 24mm で撮っていくので、シャッタースピードが125分の1秒出ていれば手ブレしないです。なので ISO 感度は100で OK です。でちょっと全体的に明るいので、露出値はマイナス 0.7 に設定して、速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。下半分が田んぼで、上半分が青空という2分割構図でシンプルに撮ってみました。で、稲をこうメインにするんじゃなくて、稲の葉っぱ、斜めに生えてる葉っぱをちょっとメインに、メインじゃないけど、なんていうかな、こう印象的な葉っぱになってましたので、これを入れて撮ってみました。で F 値16にしたことで、手前の方は若干ぼけてますけども、で、半ばぐらいから奥の方までで、空ですね、全体的にピントが合った写真になったと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は縦構図で切り取って、かつローアングルから撮っていこうと思います。ローアングルから撮ることで、この稲のちょっと迫力を出すことができるのと、上の太陽が入るので、逆光になっていいかなと思います。で夏の太陽の光、強いですので、ここはブラックミストフィルターっていうのを使って光を柔らかくして撮っていきます。これ H&Y さんのブラックミストでレボリングっていうシリーズなんですけど、フィルターをね、こうぐるぐる回してつけるんじゃなくて、もうこのまま置いて離すだけでセットできるので非常に楽です。で逆光の時に普通に1枚パシャって撮っても、空が白飛びしてしまうか、この下の部分が黒つぶれしてしまいますので、ここはオートブラケット撮影を使って露出の異なる写真、露出がマイナス 1.0、プラマイ0、プラス 1.0 っていう、3枚あるいは5枚の写真をカシャカシャカシャっと撮って、後で HDR 合成をすることで、白飛びしているところはもうちょっと暗くで、暗すぎているところはもうちょっと明るく、両方のね明暗さを減らすことができますので、そういう方法で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは稲にピントを合わせて、で空のところはちょっとこうボケさせて、より光の拡散効果というか、
そういうのをより出したかったので F 値は 2.8 に設定しています。なので手前の稲にはピントがあって背景の空はボケるといった写真になると思います。でこの場合でシャッタースピード2500分の1秒出ていますので手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。で露出はプラマイ0に設定してブラケット撮影露出が異なるマイナス 1.0 プラマイ0プラス1 3倍の写真を撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。で手前の稲にピントを合わせて、で稲って結構奥から手前にこう描いて生えてますので、手前の方にピントを合わせることで奥から浮き出てくるような印象を持たせることができます。で手前の稲にはピントがあって背景の空はちょっとボケたような感じになります。でブラックミストの効果もあってより柔らかい印象の空になったと思います。で明暗差についてはパソコンで HDR 合成しないといけないので、今撮っている最中には、どんな感じに仕上がるかわからないんですけど、普通に撮るよりは、下が黒すぎるとか空が白すぎるっていうのを抑えられた写真になっているかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はこの道のラインを使って撮っていきたいと思います。ここは超広角ズームレンズに変えまして、でこの稲とだいたい目線の高さを合わせて撮っていきます。そうすることでここのラインとここのライン、ここ三角みたいになってこれがパースが効く感じになりまして、でこの稲の上のラインも奥からピーッとここ線が収縮するところを消失点って呼ぶんですけど、この3本のラインでちょうどパースが効くような感じで撮れますので、で、ここの稲をピンと合わせて、で背景はボケさせつつグラデーションのボケにしていきます。で消失点のところを3分割の左上の交差点に置いて、でピントを合わせる稲も3分割の右下の交差点に置いて撮っていきます。なので、ここ3分割とこのパースの効いた感じと、2つの要素を組み合わせて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 3.2 に設定しまして、手前のピントを合わせる稲にはしっかりピントがあって、背景はグラデーションでボケていくような F 値にしてみました。でこの場合でシャッタースピード800分の1秒出てますので手ブレしないので ISO 感度は100で OK です。でここもちょっと明るい印象を持たせるために露出値はプラス 0.3 に設定しています。はい、撮れた写真がこんな感じになります。稲にピントを合わせて F 値 3.2 にしたことで背景がボケすぎることなく、グラデーションでボケて、背景にも何があるのか、ギリギリ分かるような写真になったんじゃないかなと思います。で3分割の配置で撮りまして、右下の交差点にピントを合わせた稲を入れまして、でパースを効かせたパースの消失点っていうところを3分割の左上の交差点に入れてみました。でパースが効いてでボケのグラデーションがあって、その2つの効果で奥行き感を感じる写真になったんじゃないかなと思います。はい、最後はちょっと日陰の中に隠れている稲を、シックな雰囲気で撮っていきたいと思います。でちょうどここぽっかり開いてますので、周りの稲がちょっと囲ってくれて額縁構図っぽい雰囲気で撮れるんじゃないかなと思います。で今太陽が出てて、ここがちょっと明るくなりすぎる、色が飛んじゃうんで、太陽さんが、雲に隠れたタイミングで撮っていきたいと思います。はい、
太陽が雲に隠れ始めましたので、もうちょっと影になったら撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ピントを合わせる稲以外はボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。この場合でシャッタースピード2500分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。で露出値はここはプラマイ0で設定しまして、速攻モードもマルチパターン速攻で撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。周りを稲が囲ってて、でど真ん中の稲はちょっと日陰で暗くなってまして、そこにピントを合わせて撮りました。で稲やとやっぱり光が当たって明るいイメージがあるんですけど、ちょっとこう日陰の稲を撮ることで、シックな雰囲気も出せたんじゃないかなと思います。はい、本日は夏の田んぼといえば稲ということで、稲を取りに来ておりました。意外とこう黄色くなってから収穫するまでが早いので、今まで、取りに行こうと思ってたらもう刈り取られてたっていうパターンが多かったですので、今年というか多分初めてじゃないかな、この稲を取ったのは。ちょっと試行錯誤しながらの撮影になりましたけども、いろんなバリエーションの写真を撮れたんじゃないかなと思います。で今結構風が出てきまして、でちょっと雨雲も近づいてきてますので、今日はそろそろ帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。今はきっとまだ寂しくて